稲葉の国に八神という姫が住んでいました。彼女は国で最も美しい女性でした。彼女の肌は柔らかく、髪は黒く、瞳は輝いていました。彼女は優しくしかし、同時に意志の強い女性でもありました。姫よ、あなたは結婚しなければなりませんと人々は言います。彼女はまだ結婚したい人に出会っていないのですと答えます。この言葉に宮廷は大変心配しました。姫は準備ができるまで結婚をしませんでした。彼女の父である国王はずっと前に亡くなっていました。彼女の母は彼女の考えを変えることができませんでした。相談役たちは試みましたが失敗しました。姫には誰も反論できない答えが一つありました。彼女は優しく微笑んででも結婚したくないんですと言いました。誰もそれに反論できませんでした。昔姫は言われたことに従っていました。しかし、八神は違いました。そこで相談役たちは計画を立てました。彼らは若い貴族たちを宮廷に招待しました。王女は男性たちを評価し、結婚相手を選ぶのです。その知らせはすぐに広まりました。やがて多くの若者が八神にやってきました。背の高い者もいれば低い者もいました。ハンサムな者もいればそうでない者もいました。皆姫に選ばれることを願っていました。その中には81人の兄弟がいました。彼らは姫の絵を見て結婚したいと思っていました。彼らは高貴な家の出身でした。しかし誠に高貴だったのは松の弟だけでした。彼は勇敢で親切でした。兄たちは残酷でよく嫉妬しました。彼らは松の弟をひどく扱いました。彼は決して文句を言いませんでした。彼は黙っていて、彼らの頼み事を聞きました。彼らが姫に会いに行くとき、松の弟は彼らの後ろを歩きました。彼は召使いのように彼らの荷物を運びました。兄弟が丘を登っていると、草の上に小さなウサギが横たわっているのが見えました。ウサギは毛がなく病気のようでした。兄の一人が笑って言いました。海に行って塩水で体を洗いなさい。それから丘への頂上まで走って行きなさい。風があなたを癒やしてくれるよ。ありがとうとウサギは言いました。兄弟たちは笑って立ち去りました。ウサギは海へ行き水浴びをしました。しかし潮がウサギの肌を痛めました。太陽と風がウサギを焼きました。ウサギは痛みで叫びました。松の弟がその叫び声を聞きました。彼は助けに駆け寄りました。かわいそうにとウサギは言いました。どうしたの？優しい人だねとウサギは言った。もしかしたら僕を助けてくれるかもしれない。僕の話をしよう。聞いてあげると兄は言った。僕は沖ノ島で生まれたんだとウサギは言った。本土を見たかったんだ。浜辺でワニをたくさん見たんだ。ワニよりウサギの方が多いよと私は言った。違うよ、ワニの方が多いとウサギの一人が言った。数えてみよう。ここから本土まで一列になって背中を横切って数えてあげる。彼らは同意した。背中を横切って走った。でも間違えたんだ。最後のワニを倒す前に祝杯をあげたんだ。陸に着いた時、私は叫んだ。騙した。海を渡るためだけに君を利用しただけだよ。最後のワニに噛まれて毛皮をむしられたんだ。お前にはこんな目に遭う資格があるんだ。と末っ子は言った。自分より強いものを騙してはいけない。嘘をつくのは間違っていた。
でも気の毒に思う。まだあるよとウサギは言った。私がここに横たわっていると王子様たちが通り過ぎたんだ。ある王子様は海で水浴びをして風の中を走りなさいと言ったんだ。私がそうしたら今苦しんでいるんだ。どうしたらいいの？きっと兄たちの仕業だったんだと若者は言った。彼らは残酷だった。私が助けてあげましょう。川に行ってきれいな水で体を洗いなさい。それから足の花粉を取って肌に塗りなさい。きっと治って気分が良くなるでしょう。ありがとうとウサギは言いました。あなたは優しい人です。私はこれを忘れないだろう。彼は川へ走って行き言われた通りにしました。すぐにウサギの気分は良くなりました。彼は別れも言いませんでした。彼はただ走り去りました。王子は微笑んで考えました。彼はあまり感謝していない。それから彼は宮殿へ歩いて行きました。しかし、ウサギはすでにそこにいました。彼は王女用のことを聞き、親切な王子様を助けたいと思いました。彼の兄弟の一人が宮殿に住んでいました。彼は王女用のお気に入りでした。ウサギは彼にすべてを話しました。王子様が王女様と結婚するのを手伝いたいのです。とウサギは言いました。二人とも優しいわ。任せなさいと兄は言いました。兄たちは宮殿にやってきたとき立派な服を着ていました。しかし王女は彼らを見て言いました。あなたたちは顔は笑っているけれど、心は残酷ね。私はあなたたちのうち誰とも結婚しません。すると松の弟が前に出ました。王女は微笑んで言いました。あなたは親切で誠実です。結婚します。王子は喜びました。人々は彼らを応援しました。ウサギは踊り祝いました。ほら私の若い王子様、私は忘れていませんでした。とウサギは言いました。私がいるからこそあなたは彼女に選ばれたのです。